トランストリチェ最近無償に冷凍の50個入りペリメリが食べたいバーチャル革命家のネリーです。今日はね、なかなか衝撃的なタイトルなんですけど、なぜ民主主義が理想の政治システムでないのか、そしてそれならどのような政治システムならば民主主義の欠点を補えるのかについて考えていきたいと思います。皆さんは学校の社会の授業で日本が戦後民主主義になったってことを習いましたよね。その時、民主主義って素晴らしいんだって雰囲気を感じませんでしたか？教科書の書き方から。そうなるのも当たり前で、我々は今民主主義国家に住んでるから、教育も当然民主主義を礼賛しているわけですよ。社会主義国家では社会主義を礼賛していましたし、中国は今でも共産党の一党独裁を礼賛する教育をしています。教育というのは非常に強力な洗脳ですから、日本に生まれて教育を受けた私たちは民主主義以上のシステムはありえないと思い込んでしまっているわけです。しかし、本当にそうでしょうか？後で詳しく解説しますが、民主主義は確かにリスクを最小限に抑えるという意味では非常に効果的なシステムです。しかし民主主義のデメリット、それは政治家が支持者に配慮した政治さえ行えばよく、少数派がないがしろにされる点、そしてその時々の民意に翻弄され、長期的に必要な政策を取れない点です。では詳しく見ていきましょう。今回動画を作るにあたって民主主義の定義について調べたんですけど、アメリカ国務省の公式見解によると、民主主義とは多数決原理と少数派の権利を組み合わせた制度だそうです。民主主義の親玉が言ってることなので、多分これで正しいんだと思います。選挙では少数派も一定の議席数を獲得できるので、少数派の権利も保障されているということです。しかし現実的に法律や条約の可決を行うときは、イエスかノーかの二択になるので、少数派の意見は黙殺されることも多いです。さらに行政に関しては、ほとんどが与党で占められる、大半が大統領なり首相なりからの指名になるので、少数派は入り込む余地がありません。このように少数派にもある程度配慮されているとはいえ、基本的には多数派による専制となってしまうのが民主主義の欠点の一つ目です。この問題は経済格差、地域格差、多民族など国内の多様性が大きいほど深刻になります。経済格差については多数決原理には当てはまらないんですが、資本主義と密接に結びついていることが多い民主主義においては、マネーイズパワーなので、少数の富裕層が政治を牛耳るということがよく起こります。そしてもう一つの問題、長期的に必要な政策を取れない点について。それは、選挙で勝つためにその時々の短期的な利益を重視した政策を取る傾向があり、長期的に見たら国を破滅させる結果になることがしばしばあることです。わかりやすいのが年金問題です。今、日本の年金制度は破綻しかけていますが、それは数十年前から予測できていたことでした。ならば、数十年前に対策を取ることは可能だったか？それが可能だったかどうかは怪しいですよ。将来のことを考えたら、今の年金制度に無理があることが分かったので、予定よりも受給額を減らしますと言って国民が納得すると思いますか？難しいのではないでしょうか。そんな提案をしたら選挙で大敗することもあり得ます。そんな事情で、将来的には破綻するとは分かっていたとしても、そのまま運用せざるを得なかったのだと思います。民主主義では短期的に見て国民が不利益を被る政策は取りづらいのです。ここまでで見てきたように民主制にもいろいろ欠点があることがわかります。でもさ、じゃあ民主主義はダメだからやめようよってネリーが今ここで言ってもやっぱりみんな不安ですよね。それはなぜか。いろいろ問題点がありつつも結局民主制が支持される理由。それは何か間違えたとしても国民が壊滅的な被害を被るリスクを最小限に抑えられるからです。これが本当にでかい。先ほども説明したように、長期的に見れば国にとって壊滅的となるような政策を取ることはあるかもしれないけど、少なくとも短期的に国民の大半が不利益を被るようなリスクはだいぶ抑えられる。あとこれは民主主義そのものというより民主主義の前提から来ることですが、人権の概念がしっかりしているので、政府によって人権を侵害されるリスクが少ない。この2つの最強のメリットにより、多少のデメリットがあったとしても、民主制が最良の政治形態であるという認識が主流になっているのです。
では、これだけ素晴らしいメリットを持つ民主主義を放棄して新たな政治システムを構築する意味はあるのか？そもそも民主制を超えた政治というのは存在し得るのか？これについてなんですが、ここでネリーの推しのティト元帥についてお話ししたいと思います。このティトっておじさんはユーゴスラビアの初代首相兼終身大統領なのですが、いろいろチート級の人物なのです。ユーゴスラビアはかつて南東ヨーロッパに存在していた多民族国家で、第二次世界大戦の時、ナチスドイツに占領されました。ドイツ占領下で傀儡政権が立てられたり、セルビア人とクロアチア人が殺し合いを始めたりして、国内がもうぐっちゃぐちゃに混乱するんですけど、そんな中、ティトーはユーゴスラビア共産党を率いてドイツ軍と戦い、なんとドイツ軍から自力でユーゴスラビアを解放しました。ちなみに東欧でソ連軍の助けなしでドイツ軍を撃退したのはユーゴスラビアだけで、この時点ですでにチート級に強い。その後、ユーゴスラビア共産党が実権を握って、ユーゴスラビアは社会主義国となり、ティトーは初代首相となります。戦後、ソ連は東欧の国々を次々と衛星国にしていきますが、自力でナチスを撃退したユーゴスラビアには手を出せずにいました。そんな時、スターリンから、ブルガリアと組んで連邦を作れ、と命令が届きます。ブルガリアはがっつりソ連の息のかかった国なので、ブルガリアと組むということはソ連の支配下に入ることを意味していました。このスターリンの命令をティトーは当然のごとく拒否します。かっこいい。その後、完全にスターリンと敵対したティトーは何度も刺客を送り込まれるも、すべて返り討ちにし、逆に、そっちがその気なら、こっちからも刺客を送りつけるぞ、と脅し、スターリンを黙らせました。もうティトーさんさ、強すぎる。こうしてソ連と決別し孤立したユーゴスラビアですが、冷戦の中、東側陣営と西側陣営の間をうまーくすり抜けて、どちらの陣営からも経済的支援を引き出すことに成功します。そして両方から支援を受けつつ何をしたかというと、東側陣営と西側陣営のどちらにもつかない非同盟諸国のリーダーとなり、国際的な秩序を作ろうと努力しました。この辺の動きがね、ちょっとずる賢いけど天才なんですよね。一方国内では社会主義でありつつも一党独裁ではなく他の政党を部分的に認め、体制に対する批判も許すなど自由主義的な政策を取りました。またユーゴスラビア内の民族をまとめることに尽力しました。さらにユーゴスラビア独自の自主管理社会を実現しました。自主管理社会というのは簡単に言うと、労働者に資本をというマルクス主義をそのまま体現したような制度で、職場単位で構成される基礎組織を会社の最高機関としたり、経営者を労働者が募集し雇うなどといった特徴があります。そんな絵に描いた餅のような制度が機能するのかって思っちゃうけど、ユーゴスラビアでは実際に機能してたんですよね。このようにティトーはチート級のカリスマを国内外で発揮し、ユーゴスラビアを発展させました。いやーもうね、すごいでしょ、ティトーさん。アメリカの副大統領とソ連の書記長が並んで棺を送った人物はティトーだけです。それくらい偉大な政治家でした。もしこれが民主制だったら、例えばアメリカのように大統領の任期に8年という制限があったら、ユーゴスラビアはここまで影響力のある国にはなれなかったでしょう。しかし同時に、一人の指導者に頼った政治は非常に危険でもあります。ティトーは寛容だったから良かったものの、裁量一つである日突然、法律を変えて反政府勢力を弾圧することも簡単にできたはずです。実際ティトーも言論の自由を全て認めていたわけではなく、民族問題の火種になるような思想は弾圧していました。世界中で今も昔もたくさんの独裁国家がありますが、まあ国民は大抵ろくな目にやってませんよね。独裁制というのはロシアンルーレットのようなものです。一発以外全部実弾入りの。その中で、ユーゴスラビアは奇跡的に SSR を引いたのです。しかしそんなユーゴスラビアもティトーの死後、民族問題が再燃し、壮絶な内戦に陥って最後には分裂してしまいます。一人の指導者に頼ることのもう一つの危険性、それはその指導者がいなくなった後、国がゴタゴタになる可能性が高いことです。もし仮にティトーのクローンか、ティトーの思考回路を完全に学習した人工知能があったとしたら、ユーゴスラビアは今でも世界中に大きな影響力を持つ国として存在し続けていたでしょう。そしてここまで聞いたらもうわかると思いますが、
H 主義の目標は、このように優れた政治的手腕を持つ人工知能を作り、偉大で永遠の政治家を生み出すことです。人工知能による政治は独裁的であり、危険性はもちろんあります。しかし一方で民主制にも致命的な欠陥が存在します。AI による政治はロシアンルーレットの実弾を少なくしていく、あるいは実弾をゴム弾に変えるなど、独裁性のリスクを極力減らしつつ、民主制の欠陥を補っていこうとする発想なのです。それをわざわざ放棄して H 主義を実現する必要性はあるのか。民主制をやっている限り、人類は破滅への道を避けられない。これは国の垣根を越えて世界中で協力して取り組まないといけない問題であり、世界革命が必要なのです。